皆さんこんにちは、ななみです。今日はアメリカ在住の日米国際結婚家族の私たちが1週間でどんな夕食を食べたかご紹介したいと思います。私と次男はあっさりとしたご飯が好きですが、旦那と長男は典型的なアメリカンな食事が好みなので、毎回そのバランスを取るのが大変です。でもその分いろいろな料理を楽しめるのも面白いところです。それでは早速始めていきましょう。日米家族の1週間の夕食。今日は余り物の材料を使って夕食を作っていきたいと思います。まずは冷蔵庫の奥に忘れ去られていたごぼう。こちらのごぼうでポタージュを作っていきたいと思います。本来は生のじゃがいもを使うんですが、今日は残り物のじゃがいもがあったのでそのまま使っていきたいと思います。であとニンニク1かけです。それでは次にこのココナッツオイルを使って炒めていきたいと思います。まずは玉ねぎが飴色になるまで炒めて、その後にごぼうとじゃがいもとニンニクを入れてまたさらに炒めます。そして水を3カップ付け足して火が通るまで煮ていきます。ニラは本当は餃子を作るために買ったんですが、豚肉のひき肉を買い忘れてずっと余っておりました。なので今日はエビを解凍してチヂミを作ることにしたんですが、なんと肝心の卵がない。そうなんです。今アメリカでは卵の値段が高騰しており、卵を買い渋ったのを忘れていました。じゃあもうチヂミはやめて普通の野菜炒めを作ろうかなと思います。そうなるとご飯が必要なのでご飯を炊いていきたいと思います。はい、毎日こんなことばっかりです。もう本当に買い物に行かないと今冷蔵庫が空っぽで見つけたのがこの残り物の白菜なので、白菜とエビとニラの、オイスター炒めを作っていきたいと思います。そう本当に今卵高いんですよ。はい、ニンニク3粒大量に入れたいと思います。この冷凍ニンニクコストコの本当にいいです。剥く手間が省けて。Can you say hi? My girl! 油を敷いて炒めていきます。使う油はアボカドオイルです。これは絶対子供たち食べないでしょって感じなんですけど、まあでも出すだけ出して頑張って食べてもらおうと思います。オイスターソースと塩麹です。タピオカフラワーを使ってとろみをつけていきたいと思います。なんとも映えない料理になっているんですが、冷蔵庫のお掃除の日って皆さんもこんな感じですか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。炒め物が終わったんですけれども、なんかちょっと物足りない見た目なのでカシューナッツを入れたいと思います。ここで野菜に火が通ったのでブレンダーに移してブレンドしていきます。次に滑らかになったらお鍋に移して牛乳を加えていきます。そして塩と、チキンブイヨンを加えて味を整えていきました。バッチリです。はい、それでは準備ができました。いただきます。いただきます。料理の写真は撮り忘れてしまったんですが、特に特別な感じでもなく普通の中華炒めといった感じでした。そしてこちらが私が今ハマっている食後のデザートなんですが、コストコで買ってきた酸っぱいパウダーがついた凍ったぶどうです。癖になる味でハマっています。はい、調子に乗った旦那が下手くそな演技を見せてくるのでここで払っておきます。今日は買ってきた豚肉でとんかつを作ろうと思います。これは1パックで4ドル78セントでした。はい、まずはご飯を炊いていこうと思います。
はい、こちらのお米に、もち麦を買ってきたので、それを混ぜて炊いていきたいと思います。はい、片手でやっていこうと思います。触らない、触らない。塩とニンニク、ガーリックパウダーですね。で、この脂肪がついてるところがちょっと硬いので、ハサミで切り込みを入れていきます。で、あとはちょっとめんどくさいので、このハサミを使ってそのままブス刺していきます。はい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 。はい、書いてくれました。はい、お絵かき上手、ヘンリー。Good job. That's H-I-X? No. O-T-R. 混ざりました。次は卵。でも卵をつける前にパン粉をフライパンでいっていきます。全然料理が進みません。あなたのせいです。Play me the song. アボカドオイルを入れてきつね色になるまでいっていきます。これがいったパン粉です。はい、じゃあパン粉をつけていきますね。パン粉の粗熱が取れたら衣をつけていきます。私たちの家はキッチンが家の真ん中にあるので、揚げ物をすると家中が油の匂いで充満してしまうので、この揚げないとんかつにいつも助けられています。あとはエアフライヤーで中に火が通るまで加熱していきます。豚肉を焼いている間にキャベツの付け合わせを用意していきます。今回は紫キャベツがあったのでそれを使いました。ちょうどアルグラのパックもあったので混ぜることにしました。このアルグラはかいわれ大根のような辛みがあるので、私はよく購入して使っています。はい、いい感じに火が通っているので、はい、じゃあ盛り付けていきたいと思います。でくい？スープを作ろうかと思ったんですけども、体力切れなので諦めます。さて仕上がりはいかがでしょうか。揚げてないんですけれども揚げたように見えますよね。実際に食べてみても衣が本当にサクサクしていて美味しいんです。あとはご飯をよそって完成です。いただきます。Itadakimasu. You want some on your rice? And the leaves, it makes me think of the cartoon Land Before Time with the dinosaurs, and they have the leaf, and it's all very scarce to have any food, and the one leaf they have, and it all looks really good. Yeah. They've only got one leaf, and everyone's really hungry, and the leaf looks so good because everybody else is really hungry and they want to eat it. But it's a special leaf they carry around. Come on, sugar. What's up, dog? Give me some. Yeah, she's demanding, I think. She's saying Leif hasn't dropped one thing to me yet, and I'm expecting him to give me something. Matcha. I mean, that food, I see it slowly disappearing every few seconds. So, if I don't get vocal, I don't get any.
作ってる工程は取り忘れちゃったんですけれども、このクロックポットでベトナム料理のフォーを作ってます。こんな感じです。We're going to the pancake house. Pancake house, Leif. Are you ready? Pancake house? Pancake house. Pancake house. この日はですね、夕方の5時に長男の三者面談がありました。そしてどうしても息子がパンケーキを食べたいというので、旦那が、じゃあ頑張ったから連れてってあげるよということで、パンケーキハウスというレストランに行ったんですが、閉まっていたので代わりにこちらのアメリカンダイナーにやってきました。子供たちはパンケーキを頼んで、私は BLT、 旦那はビスケット&グレービーを頼みました。ビスケット&グレービーは日本ではあまり馴染みのないご飯だと思うんですが、次回の動画で旦那が作ってくれるので楽しみに待っていてください。Is it good? Country fried steak. Itadakimasu. Good.この日はショートスタッフだったのか、注文してから料理が来るのに30分ほどかかりました。なので私たちは腹ペコで無言で食べています。そしてこちらの飲み物はルートビールフロートです。旦那の大好物なんですが、皆さんはルートビールって飲んだことがありますか？私はこの薬みたいな味がとっても苦手です。そして私の夫はルートビールに厳しいのですが、このアイスの味がルートビールに合っていないとのことでちょっと不満げでした。今日はおととい煮込んでいたフォーのスープを完成させて夕食にしたいと思います。カメラが回っていなかったんですが、この油の層を取り除いていきます。油の層が取り除けたら、次にスパイスバッグだったりビーフリブをスープの中から取り出していきます。そうしたらスープをお鍋に移して再び温めていきます。仕上げにこちらのフォーのスープのベースを入れていきます。ちょっと味見をしてから調整したいと思います。続いてフィッシュソースを加えていきます。その後にお砂糖も加えて甘みを出していきます。フィッシュソースが足りなかったので付け足しているところです。スープのベースも足りなかったので付け足しました。そしてフォーには通常ライスヌードルと呼ばれる平たい麺を使うのですが、今回その麺がなかったので、こちらのコストコで買ったグルテンフリーの麺を使っていきます。続いて取り出したビーフリブを一口サイズに切っていきます。お肉を切っていると抹茶さんがやってきました。抹茶さんは我が家のプリンセスなんです。その理由として、野菜だったりご飯とか落としても全然食べないんですが、お肉だけは見事に食べてくれます。抹茶さんは私たちがテキサスに住んでいる時に野良犬としてシェルターに保護されたんです。そして私たちが抹茶さんの里親になりました。詳細は不明なんですが、ボーダーコリーとブルーヒーラーのミックスではないかと保護した時に言われました。そうしている間に麺が茹で上がったので仕上げていきます。先ほどのビーフリブを乗せて、次にもやし、バジルとミントを乗せていきます。通常このバジルはタイバジルを使うんですが、お店に売ってなかったので普通のバジルで代用しました。そして生のハラペニョですねを輪切りにして乗せていきます。そして完成しました。 Meat is so tender. So
so soft. Oh. Wow. Restaurant grade, man. Wow. Meat is so tender. Yeah, you won't get this at a restaurant. Where'd you find these? Savers. Mama. What is it? Sour juice. It's very sour. You almost bought it. Mama's dessert. Almost. So you can mix yours up yourself. I'm mixing Can I myself mix here. it too? I want mix it too. Mama will let you. Mama, can you help mix it? Oh. You want to just use one of my chopsticks? Sure. Okay, mix it up, Henrik. Here. This. Just grab it. Good. Stir it. Good job. That's good. Good job. Get the bottom. Get the bottom. Help? Club soda's great. Can I have only one? Yeah. So cute. It's so sour. Mama, can I have two of these? Please. You know it's how. Yes. Then I have two. 今日は土曜日なので簡単な夕食を作っていきます。今日はサーモンとトレーダージョーズで買ってきたサラダとパンとあとご飯を炊いていきます。はい。こちらはキムチの味噌汁です。私以外誰も食べないんですが気にせず作っていきます。そして子供たち用にブロッコリーを電子レンジで火を通していきます。そしてこちらのサラダですが、とんかつの日に食べたキャベツの余りがあったので一緒に混ぜてしまいました。アメリカでよく売っているサラダキットはトッピングやドレッシングなども一緒についてくるので本当に便利です。トレーダージョーズのサラダキットは本当に美味しくておすすめです。そしてこちらのサーモンは旦那がコストコで買ってきてくれました。トレーダージョーズのシーズニングブレンドをかけていきます。こちらのブレンドはサーモン用のもので本当に美味しいです。あとはサーモンに温度計をさしてオーブンで焼いていきます。煮込んだキムチにお味噌を入れて完成です。他の具材はブロッコリーとごぼうを入れました。こちらのフランスパンもトレーダージョーズで買ってみました。そしてサーモンが焼けたので夕食の仕上げを行っていきます。ここでおすすめなのがサーモンを調理するときに料理用の温度計を使うことです。毎回安定した火加減でふっくらとしたサーモンが出来上がります。Mama, look at this. Whoa. Good job, Henrik. Wow, Henrik's getting good, Mama. Do you see how Henrik's doing? I know. You're doing You're great, Henrik. amazing. You are, Henrik. We love you. Can you pick Oh, up this rice Watch ball? it like that. Just give it to Wawa. If it falls on the ground, it's Wawa. That's the luxury we have with having a dog. Matcha makes it nice because then we can. Here, try to. She's our vacuum cleaner. Catch the You rice know ball. that? Matcha is our food vacuum. トレーダージョーズでお菓子を買ってきたので食後のデザートでみんなで食べたいと思います。Which one? Which one do you want? He wants This this The one? most appealing to me right off the bat right now is あ、
two against one, so we need to try this one. That is great for Valentine's. Yeah. Yay! Oh, I like chocolate. Yay! I like dust. I like They go by fast. Yes. They get eaten quick. Okay, I'll go for the one Lake got. Tasty. Mm. Try it. How does it taste like? Tastes like a macaroon. Chocolate. It's got a good flavor. It's They actually do a good job on the macaroons too. it tastes like They're soft. cheese. One it tastes like strawberry. It's vanilla cream with strawberry Yeah. center and raspberry cream. Very good. Mama. You want to try some of this and this next? Let's do this. I wish you this. Yeah. This one? Okay. Whoa, okay, Mama. Okay. You do the honors and open it up. It's 70% Peruvian cacao. ペルーの Very ペ dark ルー chocolate. から来たチョコ。 Now, how do you say, yeah, dark chocolate? Good job, lady. Good job. Good job. You can have more of that in there. I like You ate chocolate. your dinner. I like this strawberry. Right, you ate your dinner, so we'll have some more. うん。美味しい。おいしい? It's really bitter and sour. I can go. Dada. Mama, I can I go. can go. Mama, Not I too would bad. like this one, Mm-hmm. two, butter than me. Last but not least. Last but not least, Meaning it's not worse than the others. It's just we just happen to choose it last, that's all. Dada, 普通に美味し do い。 you want Oh. this one? I really like that. あ、 You don't like it. Marge can't eat that. Uh-oh. Look, you see, it's basically, it's like, it's chocolate, but it's also like covered in like cacao. Mm-hmm. It's very Yeah. nice. I like the cacao and the sea salt. So it's almonds coated with a thin layer of dark chocolate and dusted with cacao and sea salt. Exactly. That's a really nice touch. I mean, if you're gonna eat almonds, and you like almonds, Yeah. It's Yeah. healthy. it's actually healthy. Yeah. Antioxidant. That's my favorite. Yep. This is healthy too. And if you like chocolate, this is actually really good. Yeah. That's a good dark chocolate. That's a soft macaroon. はい、じゃあみんなでバイバイ。 Bye-bye. はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。 Done. バイバイ。 Bye bye.今日はですね、午前中にそり滑りにそり滑りちょっと疲れております。ということで今日は手抜き料理を作っていきたいと思います。この料理はですね、トニーのお母さんから教えてもらった料理です。とっても簡単にできて家族も好きなので今回は作っていきたいと思います。鶏胸肉があるのでこちらを茹でていきます。鶏肉を茹でている間に野菜を細かく切っていきます。生で食べられる野菜なら何でも OK です。今回は人参、きゅうり、セロリ、トマト、玉ねぎを使いました。名前にハワイアンとついているだけあってここにパイナップルを加えるとさらに美味しくなります。この料理はご飯の上にチキンソースをかけ、その上に野菜などのトッピングを乗せて食べる素朴で美味しい一品です。実はこのレシピ、1920年頃にアメリカの中西部のユタ州で誕生しました。安くて大人数に振る舞えるということで、モルモン教徒たちに人気だったレシピなんです。
さて、鶏肉が茹で上がったようなので細かく切っていきます。スーパーで購入してきたローストチキンを使っても美味しくできますよ。またこの茹でたお湯は捨てずにお鍋の中に入れたままにしてクリームチキンスープを作っていきます。見ての通りこのチキンスープの素はとても濃縮されているので、ここでお湯を使って伸ばしていきます。続いてここにピメントの瓶詰めを汁ごと入れていきます。ピメントはパプリカの一種なんですが、これは義理のお母さんのアレンジです。入れることによってソースにパプリカらしい甘みと深みが生まれてとっても美味しいんです。さて、ご飯がちょうど炊けたようです。最後にスパイスで味の調節を行っていきます。今回はガーリックパウダーと胡椒ベースのスパイスブレンドを入れました。あとは味が馴染むまで煮込んでソースの完成です。いかがでしたか？とっても簡単でしたよね。このソースを煮込んでいる間に、あとはチーズと他のトッピングの準備をしていきます。ヘンプシードを入れたいと思います。乾燥させたポリポリした麺です。甘いココナッツです。あとはチェダーチーズですね。先ほどの話に戻ると、ユタ州といえばモルモン教徒たちによって宗教都市として発達したことでご存知の方も多いんではないでしょうか。大家族の多いモルモン教徒の間でこの料理は安くて簡単に作れる上に大人数に振る舞えると人気を集め、教会の集会やお葬式などでもよく振る舞われたそうです。ユタ州にはアメリカの他の地域にはない独自のご当地料理がたくさんあるので、これからも少しずつ紹介していきたいと思います。またこの料理のいいところはトッピングを自分で乗せて完成させるのでカスタマイズができるところです。今回はヘンプシードを使いましたが、アーモンドスライスやカシューナッツを使っても美味しくできます。見た目から味の想像をするのはちょっと難しいと思うんですが、本当にご飯がベースになっているので、私みたいなアジア人にも本当に口なじみが良くて大好きな一品です。ここにココナッツを乗せようと思った人本当に天才です。この料理にとっても合うんです。そしてこの中華麺なんですが、本当にポリポリしていて、ご飯にのせると食感にアクセントが出てほしいです。私はこれが一番好きなトッピングの一つで毎回欠かせません。いただきます。いただきます。For dinner. Hopefully this time Oh, you mean last time wasn't? yeah, without the chicken it wasn't What's that this? Is good. this Hemp seed. Oh, cool. That's probably a good little touch. Yeah, you can put cashews if you want. No, I like it. I'm gonna try I some. thought we had a cashew this week already, so I think hemp seed sounds like a great thing to have. yeah. What does hemp seed do for you exactly? Has omega Omega? fatty Oh, okay. acids. Okay. That's good. Omega fatty acids. Wanted two Cucumbers. Cucumbers. and Cucumbers. the soup. He wants cucumbers in the soup, Mama. Okay. Okay. Then Daddy can finish this one. Put pajamas and the pajamas and fry the cheese over John Oh, you with have? the pajamas He Yeah. wants the cheese melted on the cucumbers. Oh, and do put it. it in the soup. Put this. Put it in the soup and the cheese will melt down on top. What? Put it all in and the cheese is melt in the soup. Mm-hmm. And eat some of the soup, it's yummy. You want cucumbers? It's a yummy soup. Yes. Says he knows. It's like a sugar. Uh, You like the sugar? It's called good. coconut. Sugary flavor, huh? I like coconut too.
Do you like coconut, Leif? Coconut? He's looking down. I like coconut. 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 The song is. It's actually got some meaning to it, I think. さて7日目ですが、残り物のフォーを食べたので割愛させていただきました。こう見てみるとアジア系の料理が多いのですが、文句一つ言わずに食べてくれる夫に改めて感謝です。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。今回まだ2回目にしてこの長尺動画に挑戦したため、試行錯誤しながらの編集となり、曜日ごとに映像のクオリティや編集スタイルに差が出ているかもしれません。もしよければこの曜日が一番良かったやここをこうするともっと良くなるよなどコメント欄で教えていただけると嬉しいです。次回はトニーと私が交互にアメリカらしい朝食を作った様子をお届けするのでお楽しみにしていてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。ごちそうさまでした。はい